さんこんにちは、ルリコです。本日はハスクバーナスバルトピレン401を試乗インプレッションしたいと思います。よろしければ最後までご覧ください。はい、というわけで今回お借りしているのはハスクバーナスバルトピレン401。スバルトピレンというのは黒い矢という意味だそうです。スバルトピレンとかこのモデルって今までにない形をしているので、機械的といいますか鋭ってる感はあるので、矢っぽいといえば矢っぽいんでしょうかね。ちょっと背景がどちらかってて申し訳ないんですけど、今日はめちゃくちゃ暑い日なので日陰で避難しながら撮影させていただきます。はい、では早速車両紹介です。総排気量は 398.6cc、 エンジン形式は水冷フォースト DOHC4 バルブ単気筒のエンジンです。最高出力は8500回転で45馬力、最大トルクは7000回転で39ニュートンメーターです。燃料タンクは約13リッターとなっています。車両価格は84万7000円となっております。こちらのスバルトピレンはですね、以前私も紹介した390デュークと同じ新設計のフレームを採用されていることで、シートレール位置がね下げられています。なのでシート高が以前のモデルよりも 15mm もダウンしているそうです。ありがたいですね。では前から見るとこんな感じです。この丸めの大きなね LED ライトがすごく印象的です。リアから見るとこんな感じです。あんまりないようなデザインですよね。こちらですね、前後ともにホイールがワイヤーのスポークタイヤとなっておりまして、タイヤがこのねブロック状のタイヤとなっております。ピレリのスコーピオンラリー STR というタイヤを入っております。完全にオフロードのとこに行くよっていうわけではないんですけども、ちょっとしたダート道もね入っていけるような気楽そうなバイクですよね。こういうとこにもねカバーがあるので、砂利とか飛んできてもなんか安心そうだなって印象です。フロントフォークは WP 製の APEX という倒立フォークとなっております。はい、ではハンドル周りはこんな感じです。ではモニターをつけてみましょう。はい、ハスクバーナのロゴが出て、このように綺麗な液晶モニターです。こちらが5インチのカラー TFT メーターというものがついております。こちらは電子制御がたくさん入っておりまして、例えばアシストスリッパークラッチ、スロットルバイワイヤー、トラクションコントロール、そしてライディングモード、こちらも選べます。こんな感じでイラスト入りなので分かりやすいんですけども、ストリートとレインのモードがあります。その他にもABS をリアだけ切ることができたりとかね、これがあるんでちょっとダート道、砂場とかリアを滑らして走りたい時とか使えるんですかね。やらないですけどね、私は。イラスト付きなのでとっても分かりやすいですね。でこれスズキと一緒なんですけど、ワンプッシュでエンジンがかけられるやつですね。いかがでしたでしょうか。この単気筒らしいトトトトトっていうアイドリングの音と、回すときはねブルルルンっていう回ってくれる音がね乗ってても気持ちいいんですけど、程よい音量でねそんなに気使わず乗ることができそうだなって印象です。はい、では恒例の足つきチェックをしたいと思います。私の身長は160センチで、今日は厚底で 35mm の厚底ブーツを履いております。はい、こちらハスクバーナスバルトピレン401のシート高は 820mm となっております。またがります。よいしょ、軽いですね。はい、こんな感じです。なんかある程度女性にしては珍しくか、私が太ったのかわからないんですけど、しっかりサスペンションが沈むなーっていう感じで、足つきもよく感じます。足の裏半分しっかりついていますね。これ厚底じゃなくても全然恐怖心なく乗れると思います。だけど真夏なんでメッチブーツこれしかなくて許してください。片足になるとこんな感じですね。
でポジションがこんな感じです。すごくちょうどいい、本当にめちゃくちゃ楽なのでどこまでも走れるなっていう感じです。でシートもふかふかなので、はい、お尻も痛くならないです。良きですね。はい、そして車両重量が 159kg です。軽い。動かします。これもう動かしただけでめちゃくちゃ軽いのがすごくわかるというか、 400cc とは思えないぐらい軽快に動かすことができます。でこれ私いつも動かす時こう癖でね、こうやってお尻をシートに当てるんですけど、当てなくても恐怖心なく押すことはできます。下がるのは怖いから当てとくけど、さらっと方向転換できちゃいました。こんな感じです。じゃあハスクバーナ初挑戦、スバルトピレン401です。落ち着きいきます。すごい。なんだこの鼓動感。なんかいろいろ初めてなのでドキドキしております。さあまずはね、市街地走行からです。撮影日が鈴鹿8隊の2日後なので7月23日ですね。で気温も36度7度ぐらいの日なので、そういった面も含めてねレビューしていこうと思います。なんかこの鼓動感いいですね。ハスクバーナーってメーカー自体今回初めて乗るんですけど、初めて乗るっていうのも理由があって、全部シート高高いみたいなイメージがあって、ハスクバーナーってオフロードバイクとかもすごく有名じゃないですか。でもちろんこういうスバルトピレンとかビットピレンとかそういう車種があったのは知っていたんですけど、一回ねちょっとまたがったことはあるんですけど、うわシート届かないっていう、シート高高いんだなハスクバーナーってイメージがあったんで、ちょっと乗るのに躊躇していたんですけど、今回ねこのスバルトピレン401は前回のモデルと比べてもシート高がかなり優しくなっているということなので、そこのとこはすごく安心して、市街地でも乗ることができています。今ちょっと2分ぐらい乗って思うことは、アクセルの開け始めっていうのがすごく優しい加速感だなって思います。なんかいきなり加速するっていうよりはふわーっと加速してってくれる感じ。クラッチも軽くていいですね。でこれクイックシフターついてんのすごいよな。しかも上下割とスコスコ入るような上下のクイックシフターです。なんか乗車姿勢楽だわちょうど楽だわ。このアクセルの加減速が激しくないからこそ市街地走行がすごく楽だなって感じですし、その市街地で気になるストップ&ゴーの時の足つきとか、なんかそういうのも全く気にならないので、すごく安心して乗ることができています。はい、では高速走行に入っていきます。気持ちいいいいよ。この都内初だとこういう都内らしい景色が一望できますね。すごい気楽な気分で乗れるから周りの景色を楽しむ余裕がありますね。加速もとてもスムーズに加速してくれてます。短気筒だからちょっと振動とかどうかなとは思ってはいるんですけど、今んとこ手にくる振動とかそんな気にならないです。気楽だな。車体が軽いからいつもより視野がぐっと広がってる感じがします。はい、だいぶ流れる高速道路にやってきてます。今ですね6速80キロ4500回転ぐらいで走行しております。400cc らしく合流時も力強く加速してくれますし、何よりねこのスクリーンが若干あることによって全面的に体に受けるっていうよりはヘルメットより下ら辺は多少防いでくれてるかなという印象です。このぐらいの速度で走行していると若干その振動っていうのは程よい振動感はあるんですけど、ある程度ねスピード出した方がなんか気にならない息が出てきますね。前回ね 390D 乗った時はシートが硬いなっていう印象あったんですけど、このスバルトピレン割とシートふかふかですね。結構柔らかいシートです。だからそれこそ本当長距離ツーリング乗ってても疲れないかなっていうところですね。軽いっていいな。軽いしパワーもある程度あるので本当にこの道にちょうどいい走り心地です。
ただね、あんまりねこう飛ばそうっていう気は起きないというか、それは悪い意味じゃなくって、多分そのエンジンの感覚だと思うんですけど、低速のパワー感っていうのが割とキレキレというよりは優しめな加速なので、よっしゃ切り返し加速みたいな感じのテンポよくパーパーパーみたいな走りという感じではなくて、ひらーひらーとカーブをゆったり楽しむっていうような感覚ですかね。このスバルトピレンと同じ排気量で形もなんかほぼ同じようなビットピレンっていうのがあるんですけど、大きな違いっていうのが、スバルトピレンはタイヤがこのブロックタイヤなんですけど、スバルトピレンの方はオンロードタイヤなんですよね。あとはハンドルのポジションがややスバルトピレンよりビットピレンの方が下目だったりとか、そういった面でもキャラクター性の違いといいますか、スバルトピレンは目三角にして峠を楽しむっていうよりもゆったりね、余裕のある走りを楽しむバイクなのかなと個人的に思います。今ねこのように前方には車両が詰まっている状態ではあるんですけど、なんかこうイライラせずにゆっくりはゆっくりで景色ゆっくり見れるからいいよっていう心の余裕感を持って走れております。あとトロックタイヤでこう走行のゴツゴツ感っていうのはですね、多少はやっぱオンロードタイヤに比べるとゴツゴツブロック感を感じております。だからってなんかめちゃくちゃ怖いとか、オフロードタイヤみたいにコーナーリング怖いとかそういうのではないから、なんか程よいですね。でもなんかコーナーリングしてても怖いとか全くないので、ゴツゴツはしてるけど恐怖感はなく、ワインディングも楽しめちゃいます。はい、というわけで今回はハスクバーナスバルトピレン401を試乗させていただきました。ちょっとね風邪気味で声がうまく喋れなかったりとか、鼻が詰まってたりで聞き取りづらい声だったかもしれないんですけど、本人はねとっても楽しくバイクを楽しめております。何よりも軽いこの 400cc のバイクってものによってはなんか大型と同じぐらい重くないっていうバイクあったりしたんですけど、このスバルトピレン401に関しては250ですかの感じでめちゃくちゃ軽く取り回しもできるし、足付けも前のモデルに比べてもめちゃくちゃ良くなってますし、なんかすごいとっつきやすくなったなって感じです。私はどんな場面でこれスバルトピレン乗りたいかなと思ったら、これ北海道で乗りたいなって思いました。なんでかっていうと、北海道って急に砂利道があったりするんですね。急にダート道が何キロ続くとかそういう場所があったりするんですけど、だからこそ下調べとかめちゃくちゃして、ここは行って大丈夫だな、この先はちょっと怖いからやめとこうとか、ルートをかなり吟味して走ることがあるんですけど、いやスバルトピレンならいけるぞってなんか本来はカブとかセロとかそういうもっと気楽なバイクで行けたらねすごい楽だなとは思うんですけど、でもやっぱり北海道ってある程度の走行距離を走るので排気量も欲しいんですよ。でもあんまり重たいバイクに乗っといてなんですけど、いざって時にどうしようもできない時が出ちゃうので、もうどうしても保身に走ってしまうんですね。私がねメインで乗ってるバイクはどこまでも行けるバイクだけど、どこにでも行けるバイクではないと思ってて、だけどこのスバルトピレンはどこまでも行けるしどこにでも行けるなってなんかあれぴったりじゃないって思いました。このブロックタイヤがねガチのオフロードとかそういうタイヤではないんですけど、そういうちょっとしたダート道だったら入れていけちゃうだろうし、あと足もつくからどうにかなるなっていうので、なんか圧倒的安心感、気楽さ、それがすごいいいなと思います。今回試乗するときスバルトピレンとビットピレンどっちにしようかなって悩んだんですね。で私正直そのハスクワーナーのこのスバルトピレンとかビットピレンとかみんな見た目一緒なんだけど何が違うんだろうって思ってたんですけど、そういう細かいところをね知っていくと自分のニーズに合ったところに当てはまるバイクが選べるので、なんか面白いなと感じましたね。
このスバルトピレンは390デュークと共通としてる部分が多いバイクでもあるんですけど、それでもこのスバルトピレンはシートが痛くない前回と同じ距離、もうちょっと距離走ってるんですけど、お尻は全然痛くないですね。390デュークと比べると元気なのは390デュークだったなって思います。390デュークはイケイケ元気、スバルトピレンは落ち着きのあるイケオジみたいなそんな感じでも頼れるときは頼れるんですよ、イケオジだからね。この車両は街中とかでも走りやすいと思うし、これこそ初心者の方めっちゃ乗りやすいと思うこれこそ初心者の方乗りやすいと思います。いいとこばっかり伝えたので、今度は気になる場所ですか。そうですね、これはね、夏だったらどのバイクも同じなんですけど、排気熱はねありますね。そりゃそうなんですけどね。で、特に暑いなって感じるのはなぜか左ももの内ももなんですよね。なんで左なのか謎なんですけど、でも対策してれば大丈夫だし、革パン必須ってほどではないさそうって感じです。でもそんぐらいかなそんぐらいって言ってもどのバイクにもあることを言っただけなんだけど、他に気になることがないぐらいとってもバランスのいいバイクだなと思います。はい、というわけで今回はハスクバーナスバルトピレン401を試乗インプレッションさせていただきました。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。When you're away, do I miss you? Is it just because I can't kiss you? Is it dishes in the sink or the lack of a wink? Or just because I love my life with you?